ちゃんとりあえず診察お疲れ様でした。はい、ありがとう。あとは出された薬を言われた通りに飲んで、あとはカルシウムの多い食事をとって、あとは太陽の光をよく浴びてビタミン D を作りましょう。ちゃんと説明がもう薬に書いてあった。書いてあった。薬のしっかり書いてもらわなきゃわからない。一応聞き直したけどもさ、もうなんていうの、印字されてた薬の、もう見たら誰でもわかるようになってるから、大丈夫。はいはい。それ350円だって安いんだね。すごいね、保険は。保険ありがたいね。そうだね。1割だもの。普通ならこの10倍取られる。そっか。そう考えたらやっぱこういう時は本当にありがたいね。ありがたい。でもおばあちゃんだったらあんまり関係なかったからさ、なんだろう、保険のありがたみ感じるって今まであんまなかったんじゃない？そうだね。払うっきりでね。お世話にならなかったから、健康すぎて。そう。お返しもらいたいくらいだったけど今回はありがたいと思う。大きい病気した人の大きいよね。そうだね。3本足の人生やね。これから3本足になりますね。やだね。夢にも思ってない。杖を使うこと？一生あのまんま丈夫でいくと思ってた。偉いね。まあでもこれからはさ、友達の病院とか薬の話にばあちゃんもいくらかついていけるというかさなんというか、無関心だったね。でもやっぱ世の中のほとんどの人はそういうことを経験するわけじゃない、そういう人のなんていうか気持ちがわかるね。そうそう、病んだ人の気持ちがわからなんだね。口では上手言ってても、芯からはわからない。でも今までよりもさ、ばあちゃんの大変ですよねっていう言葉がさ本当に相手に伝わるようになるよ。深みが出るもん。違うよね。丈夫な人にはわからないもん。そうでしょう。だからこれを機にばあちゃんもねえ、そういう痛みもちょっと分かるようになれて、少し今までよりも励ませる人が増えるかもしれないね。そうだね。もちろんね、なんか病気したりするのって嫌なことだけどさ、僕もそれは長らく病気だから嫌だとは思ったりはするけどね。それでもやっぱり世の中にはそういう人もたくさんいるからね。そうだよ。いや、こうなってみて大勢の人の気持ちが分かるようになったってことだけ、いいと思わなきゃ。まあ今すぐには思えなくても、いつかそうやってだんだん思えるようになればね。そうだね。もちろんだからといってさ、なんか病気とかになってもしょうがないというか、なってもいいってわけじゃないからさ、もちろん。そりゃそうだ。誰もなりたくてなるじゃないで。だからまあこれからもなった時にそう思えるでいいじゃん。だからまあこれからもさ、なんか大変な時とかちょっとしんどいなっていう時とかは、遠慮せずに相談してください。みんな力になるのでね。そうだよね。
どう杖はいくらか楽？もう一段低い方がいいかな。高い？もう一段低い方がいいわな。あ、じゃあちょっと低くしてみるか。うん。はい、じゃあ無事に医者の診察と杖の買い物ができましたね。どう？お疲れ様。お疲れ様でした。あれからばあちゃん調子はどうですか？1週間くらい経つけどさ、骨折してますって言われてから、少しずつ良くなってるね。そっかそっか。歩きが楽になってきた。まあそうだね、それはなんか見てても楽そうっていうか、結構前より歩きやすそうだなっていうふうには見えてますね。じゃあもう1週間前診察受けた時に比べればだいぶ良くなってる。そうだね。あの時に歩けなんだもん。やっと歩いてった。そうだね、あの時はね。えらい手は仮なんでも歩けた。あとは薬ももらったから、それちゃん間違えないように飲むだけ。ああ、そうだね。でもややこしいやつ月に1回だからさ。月に1回？そうそう。だからじゃあそれ1個よこしたっきり？いや、他にもあるよ。他にもある。だけど分かりづらいのはそれ月に1回だけのやつ。月に1回とは。なかなか聞いたことない。そうだね。さてこの次また病院行くだもん、その次じゃいけないだから。月に1回飲むだけ？そうです。それは楽でいいけど忘れちゃいそう。そう。いろんな薬出されて、多分毎日飲むようなやつもあると思うんだけど、ややこしいのは月に1回だけのやつで。そしたら日を書いとかなきゃ忘れちゃうじゃんね。そうだね、じゃあ書いときましょうか。薬の袋の中で。今日だであと1ヶ月先の日を書いとかなきゃ。まあ飲んだ時に書いたら。はい。飲めたら明日の寝起きすぐ。今夜からでしょ。いやそれは朝。月に1回のは朝。朝すきっ腹の時だね。そう。すきっ腹で30分ぐらい食べなんとく？違う。30分ぐらい上半身を起こしとく。横にしないってことか。そうそう。でもしご飯食べちゃったら、その日じゃなくて次の日に飲む。ばあちゃんそういうのは物忘れないからね、大丈夫だと思うけど、あの時は結構最初に骨折してるって聞いた時はさすごく驚いたけどさ、あの時ねもう足もつけなんだな。今はだいぶ良くなったね。じゃあね。そうだね。ぼっつりぼっつりなら杖なしでも歩けるね。じゃあだいぶばあちゃんは回復してる感じがしますか？するね。全然違う。それは良かったね。医者行って、整骨院も行って見てもらってるしね。そうだね。でもこれからも、無理がないように。えらい焦っちゃいけないんで。そうそう。焦らないように。畑とかも諦めるだもん。あんま気にしすぎないようにして、どうしても気になっちゃうやつとかあったら、そういうのは僕たちとか、家族に相談してください。ばあちゃんは自分の体一番に考えて、無理ないように。そうだね。もう入院とかなんとかしたくないよね。そうだよ。まだ入院しなんだだけ良かったと思わなきゃ。だから悪化しないように、ゆっくり良くなっていくように。そうだね。無理しないことと、あ
あとはちゃんと食べて、薬もちゃんと忘れずに飲んで、でお日様光浴びたり、普通の生活してりゃいいで、まあそうだね。自分の食べるものだけやってりゃ。なんか冷たい麦茶でも飲みますか？飲みたい。じゃあ持ってくるわ。ありがとう。こんにちは。美味しい。普通に暑い日も続くから熱中症も気をつけて。そうだね。じゃあこれからも無理なくゆっくり行きましょう。はい。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。ゆっくり休んでね。